はい、今回は100均のセリアで売っているソロトーチの紹介です。100円です。スウェーデントーチってやつだね。巻き紙を外し上部のへこみにおがくずや着火剤を入れて火をつけてくださいと書いてあります。セリアで買ってきた着火剤、こいつを使ってね、暗くなってきたら一つに火をつけてみましょう。燃焼時間は1時間前後らしいので、実際に1時間持つのか見てみたいですね。はい、結構暗くなってきたので始めようと思います。袋から出してみるとよくわかると思いますが、十字に切れ込みがあり、真ん中にちょこんとくぼみがあります。このくぼみに着火剤を入れて火をつけましょうってことですね。では着火剤、こんな感じかな。火をつけます。青白い炎は着火剤の色でしょうね。ちょっとだけ木の方に燃え移ってきたかな。トーチって松明と同じような意味なんですけども、まだまだ周りを照らすような感じではありませんね。はい、火の色も変わってきたので木も燃え始めたと思います。でも暗すぎますね。ランタンを用意しました。これで少し明るくなります。で、このまま下の台まで燃えたら大変なんで、同じくセリアの固形燃料ストーブがすっぽり入るんで、これに入れました。で、熱くてね、熱で焦げてもいけないので、さらに七輪用の目皿を敷いています。どうやらトーチ本体が燃え始めたようです。ここまで約10分くらいですね。やっとトーチっぽくなってきました。と思ったら1分ぐらいで火力が落ちてきました。消えそうですね。消えました。息を吹きかけてみます。無理っぽいので着火剤をまた投入します。初めの着火剤が少なかったのかな。着火剤なんでね、明かりは弱いですね。まあ景気よくは燃えてますけど、これがおがくずだったら厳しいんじゃないかなと思います。ではランタンの明かりを遠ざけてトーチの明るさを見てみます。暗すぎてピントが合いませんが、炎だけが見える感じで、20センチ離れている木の壁すら、照らせない感じですね。ランタンなしだと周りが見えません。実はこのトーチで夜間の水が湧くか試そうと用意していましたが、ちょっと無理そうですね。また火力が落ちてきました。消えそうです。個体差はあると思いますが、結構消えやすいですね。ひょっとしたらこれだけかもしれません。着火剤を投入します。ちょっと多めに入れてみましょう。で、時間ですけども、ここで20分経過です。だいたい10分刻みで火が消えましたね。さすがにもう大丈夫なんじゃないかな。着火剤の恩恵はこれが最後にしましょう。で、このソロトーチはスウェーデントーチのミニチュアバージョンです。スウェーデントーチはテレビとかではこれのでっかいやつを見たことがあるんだけど、垂直に立てた丸太などに切れ込みを入れて燃やして、鍋やフライパンをね乗せて調理したりするんでね、ワイルドでかっこいいんですよね。なのでキャンプなどで人気になっているようです。30分くらい経ちました。なんかいい感じに燃えてきましたね。で、スウェーデントーチの発祥はフィンランドのようで、トーチとは日本語で言えばかがり火、松明と同じ感じです。なんか木の壁も見えるようになりました。まだ固形燃料が残っているけど、明かり自体はこのトーチが燃えているからだと思います。そろそろ40分経過しました。スウェーデントーチっぽくなってきました。ではこのセリアのソロトーチのパッケージに書いてある内容を今更ですけど解説したいと思います。名称はソロトーチ、手軽な小型スウェーデントーチ、約60分の燃焼時間で調理も可能。でも夜間乗せると消えそうです。材料は国産のヒノキ、サイズは6センチの10センチ、重さは約 160g。
さらに SDGs も書いてありますね。SDGs は超簡単に言うと、持続可能な開発目標で世界中にある環境問題、差別、貧困、人権問題といった課題を世界のみんなで2030年までに解決していこうって計画、目標のことなんですけども、で、持続可能な環境ってことは、今の行っていることが自然環境に悪影響を与えず、この先に生きていく子どもたちのために残していこうぜってことで、このソロトーチの場合は森林の間伐材や端材を使用と書いてあります。森の手入れの際にね、間引いた木を間伐材、木材を作るときに出る余った部分を端材、捨てそうな木材で作りましたよってことですね。多分だけどね。違ってたらごめんなさい。ここまで明るいとトーチっぽく見えますね。明るい。40分以上かかったけどね。これだと1時間以上燃えそうに思えますね。10時に切った4つの橋に燃え移りました。さすがにいい感じ。なんか調理が本当にできそうに思えます。夜間乗せちゃうと消えるかもと思うとなかなか乗せられません。このまま沸かすか？いや、乗せましょう。怖い。なんか変な煙が出てきてます。大丈夫？消えました。本当に調理可能なんですかね。あれから50分経過しました。このままだと1時間以上は燃え続ける感じですね。初めに燃えにくかったのは、袋から出して手に持った感覚では、これちゃんと乾いているのかなと感じたんですよね。多分個体差があると思います。使用上の注意では、天然木のためサイズや色、重量にばらつきがあります。割れ、欠け、ひび、節、穴、ささくれ、トゲ等がありますのでご注意ください。燃焼時間は環境により異なります。あらかじめご了承くださいとあります。今回は風があまりない場所でやったので、長時間燃える感じなのかもしれませんね。風があるとその分燃焼時間も短くなると思います。1時間ちょっと経過です。結構豪快に燃えています。冒頭で言った1時間は燃えるのかは、燃えることは燃えましたが、着火剤で火をつけて、すぐ消えて、その後2回ほど着火剤の世話になりました。で、炎を見ればわかるように、ここは壁がある場所なので風がほとんどありません。風が絶えず吹いていれば火も消えやすいし、燃焼時間も短くなります。燃焼時間は気候によって変わると思いますね。で、燃焼ですが、この後10分後にね、消えたんですよね。土台のストーブにかぶっている部分、ここからね、燃えにくくなった感じですね。憶測ですが、土台がなければ1時間20分ぐらいは燃えたと思います。はい、これで終了になります。今回はセリアで売っているソロトーチの紹介でした。ではまた。